こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は遠征で、ダークオークと白樺の建築材を収集しました。ジャングル見つからなかったわね。まあまだ広域地図4枚ですし焦ることもありません。でもここまで湿地が見つからないのは想定外です。後村がいくつか見つかったので司書の引っ越しをと思うところです。でもレール敷くのは辛く、ネザーワープは試したことない上に座標が確認できないので、検討段階です。何気にじわじわ効いてくる縛りね。いっそ全実績解除を前倒しするのもありかもしれません。さて、ひとまず広域地図を展示してしまいます。一望できないとやっぱり不便ですから。そういえば額の仕様ですが、やっぱり勘違いしていました。すみません。アイテムを入れておいても貼り付けたブロックを崩すと額はアイテム化してしまうようです。前試した時にすぐアイテム化しなかったのはラグさんの仕業だったのね。さて4枚の地図を並べてみるとこんな感じです。そして発見隅の村はこんな配置。黄色が闇の村です。黄色なのに闇なの？まだ闇に落ちてないので、なんちゃって闇の村であることを認めるのはやぶさかではありません。さて当面は 3×3 まで広げたいので、次なる遠征はこの辺りから。まあその前にイカ狩りを、息抜き企画の方で著書の扱い方を試したので、闇の村の2人の司書も取引更新させてしまいます。というわけでやってきました闇の村。今度こそ畑泥棒じゃなくて商人としてなのね。こちらは水中採掘湾持ちの司書ですね。さてまず2冊目のエンチャントの本は、ドロップ増加が出てきたら大きいのでドキドキです。あれ ?1 冊目に戻った？ 2 冊目は大幅値引きした商品ね。全然売れなかったのでしょうか。そして3冊目、耐久力3を引きました。良いことの後は悪いことが起こるわよ。お高いので大丈夫でしょう。さて期待を膨らませて、次はダメージ増加2持ちの司書の取引更新です。さっさと探しなさいよ。もう嫌な予感しかありません。そういえばこの前ゾンビの襲撃あったわね。結局この後、2人目の司書は見つかりませんでした。さて拠点に戻ってアイテム整理も終わり、改めて遠征に出発です。今回は、シルクタッチのシャベルをこっそりではなく堂々と持ち運んでジャングル発見に挑みます。これは、エンダーチェストの中ではマイクラの物欲センサーに検知されないのではとの考えの処置です。これでジャングルどころかキノコ島も見つからなくなるわけね。さて地図1枚目の西に抜けました。ここから5枚目探索開始です。そして5分でインベントリ圧迫の元凶たる砂漠の神殿。しかしかさばるエンチャント本や馬鎧は見当たらず、切り抜けました。単に運が悪かっただけよね。今度は地図中ほどから少し進んだところで村発見です。またドロップ増加3じゃないですね。もう2でも1でもいいんです。合成しますから。ほんと幸薄いわね。決して八つ当たりしているわけではなく、エンドラ討伐用の矢の準備をしているんです。経験値目当てでエンドラ討伐に挑むわけね。もうなんか、ドロップ増加3が普通にコツコツエンチャントしても出る気がしないんです。さてその1分後、ついに湿地を発見しました。しかも夕暮れ時、運が巡ってきたようです。それよりなんなのよあのカボチャの数。まあほんと湿地見つかってほっとしました。こんなに見つかりにくいこともあるんですね。ともかく表の上の方はひとまず埋まったわね。さてスライムが湧くまで、蜘蛛の糸や火薬の回収に勤しみます。蜘蛛の糸も大事な首綱の材料です。
そしてそのまま、無事に朝を迎えました。スライムは？聞かないでください。夜通し戦ったご褒美くれないかな。そういえば私、未だにエンダーパールとエンダーアイをよく混同します。雲は雲の目を落とすのだから、エンダーマンもエンダーアイを落としてもいいじゃないかと常々思うのですが。エンダーマンの勝手でしょ。黒つながりはどうでもいいのですが結局ご褒美なしでした。さて地図5枚目を超えました。6枚目に進みます。そして6枚目でまた湿地発見。まずまず夜まで近くていい感じです。さすがに2番スライムが出ないなんてことないわよね。もちろん次は出ますよ。私もそこまで運悪くありません。さて、慣れてなかった夜の混戦もだいぶ慣れてきた感じです。少なくとも恐怖感がだいぶ収まってます。と、草を踏んだっぽい音で危うく気づきました。そして夜半ば過ぎてやっとスライムが湧きました。ちっちゃいわね。そういえば村人ですが、闇の村近場の砂漠で村人ゾンビ探して治癒することも検討中です。それなら押して連れて行くのも容易です。やるならポーションがいるからネザーの後になるわね。さてと、まあ予想通りです。朝が刻々と迫ってきています。で、この夜はもう無理だろうと対精神的ショックに備え始めたところで、ついに来ました。やっぱり諦めないと来ないのね。諦めたら来る、と諦めないと来ない、とではだいぶ違うんですけど。ともかく多分スライムが湧きにくいのは時期のせいですよね。スライムブロックも建築材なのでこのペースの湧きでは心配です。さてやっとクラフトまでたどり着きました。首綱改め表記上はリードでした。いつから首綱だと思い込んでいたんだろう。さて遠征再開です。地図は6枚目を超えました。何今のぐるぐるは？作業台ハリケーンサーチです。おそらく疲れてくると周辺視野が認識しづらくなり、目の動きをフォローし誘導するためにマウスを動かす無意識の癖でしょう。それから20分少々が過ぎ、7枚目はこの字型に折り返して再び6枚目へ。内側コースを通り抜けて5枚目に戻り、で、1枚目に入ってひとまず遠征終了です。リード得られたので一旦拠点に戻りますね。ロバの運命もここまでなのね。過去の同じパターンで死なせないよう気をつけます。さて拠点でアイテム整理を終わらせて、今までの地図7枚を飾ってみたところです。なんで進んだルートが波打ってるのよ。山岳を避けたり大河がメガ大河じゃないかと近寄ったりと色々ありました。さて、あと2枚遠征する前に、ロバを選びに行きましょうか。その前にリードをつなぐフェンスを作ってて、なんでかクラフトに1分と25秒かかってしまいましたが、まあピラミッド建築時間から考えると誤差です。途中で一度作れてたじゃないの。これ自分でもなんで見落としたか不思議なんです。まあ、最近息抜きが足りないんでしょうね。さてやっとここから、このワールドに降り立ってすぐに出会えたロバが活躍します。ここでロバ選びのポイントとなるのは、どれだけ私にアピールしているかです。このロバは地下に興味があるようで、おそらく私と相性がいいでしょう。飼いならしの時にテリーを洞窟に突き落とそうとしてただけじゃないの？まあ、冒険者としての私に見合うだけの冒険心があるということで。に運びロバに冒険心がいるのかしら。さてロバを手にしたことでようやくここの仮拠点を撤去できます。設置してたチェストをロバに装着するのが一苦労ですが、やっとチェスト拾えました。ただこのロバ、二つ欠点がありました。一つは足がかなり遅く、もう一つはブロック2段ですら飛び越せなかったんです。遠征するにしては致命的じゃないの。ロバ選びのポイントが何か間違ってたようです。まあいいんです。後から良い馬を見つけて掛け合わせ、生まれるラバに期待します。積んじゃった荷物を別のロバに積み直すのが面倒になったのね。
さて残り2枚を埋めるまで、再び遠征です。この地図の東のサバンナに確か馬がいたはずなので、帰りがけに見繕ってくるとします。ジャングル見つからなくても一つは成果が得られる予防線ね。さて地図を西に抜けて8枚目に突入するところですが、一つ重大なことに気づきました。水蓮の葉を持ってくるの忘れてて、陸地が見えてくるまで地図が作れません。今見えてる島は1枚目のエリアのようね。1分少々進んだところで、やっと陸地が。しかも、寒い気候です。なんともこの企画では順当に冒険の時間がこなせそうな予感がしてきました。そして最後にジャングルが見つかるというわけね。まあともかくやっと8枚目の地図が作れます。今通ったルートは仕方がないので一旦引き返して埋め直します。で、シルクタッチで氷のサンプルを取得しておきます。前作では知らなかったですが、どうも氷は直射日光では溶けないらしく、一定明るさ以上で溶けるようで、使用の確認をしないとなりません。まああと表現と凍った海岸は踏破でしょう。さらに凍った川も踏破。まあ寒い気候のバイオームならあまり迷わないわね。あとぼちぼち、赤い花の採取に勤しみ始めます。どうせ2枚探索程度じゃジャングル見つからないのでインベントリの余裕がありそうですから。学習したわね。さて寒い気候の残りバイオームは後回しで、地図9枚目に突入。9枚目は案の定目新しいものがなく、成果はカボチャ程度でした。一応建築ブロックだしね。さて8枚目の外コースに戻って雪山を。さらにおそらく凍った大河丘陵。さらに平地の方を突き進み、冒険の時間は綺麗に探しづらいもの以外は制覇した感じです。やっちゃったわね。さて、帰りがけに久々に、地図1枚目で唯一見つけた村に寄ってみたのですが、ひょっとして、師匠一人闇の村まで押していくの？まあ今度にします。それより夜近いし、エンダーマン狩りしておきます。で、エンダーマン探しているところでうっかりさっきの村に近づいてしまったんですが、大丈夫ですよね？無事にイベント生じてそうね。それから1分後、本当に久々に見たのですが、スパイダージョッキー発見です。また変なところに運を使ってるし。いやそれがそれだけじゃないんです。その直後、もう少しでダブルジョッキーに襲われるところでした。そしてこれから探索する地図の枚数がダブルになるのね。さて拠点まであと少しのところで、私にアピールした馬を見つけて今回はここまでです。またそういう選び方を。でも気になるじゃないですか。次回ですが、まずラバを誕生させてから、もう少し遠くまでジャングル探しに遠征に出ようと企んでいます。懲りずにまだジャングル探すつもりなの。私も多少は建築する順序にこだわりたいんですよね。なので下から12段までは木材とそのハーフブロックを意地でも積みます。12段積むのと冒険の時間実績解除とどっちが早いかしらね。それではまたね。バイバイ。